こんにちは、釣り京です。今日はね、この前ダウンショットの、私がやるテクニックを紹介させていただきました。今日はね、ジグヘッドリグ、ジグヘッドで私がね、やってるテクニック、動かし方やね、を紹介したいと思います。皆さん知ってると思いますけども、知らないところもあると思うんでね、ぜひやってもらいたいです。はい、行きましょう。一つはね、やっぱりズル引き釣れますわね。これ付け方もやっぱりちょっと上がいいかな。こんな感じ見えるかな。まっすぐでもいいんだよね。ちょっとこう見にくくてごめん、上につける。だからホバーストは結構上につけますわね。薄皮でね。これがいいですね。ズル引き、ゆっくりズル引きね。でなんかスタックしたらシェイクして外す。最も釣れますね。はい、一つ目はドル引きですね。よくやります。はい。二つ目は、はい、ミドストです。ミドスト。こういうのをミドストね。ロールした方がええか、ピリ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 だけの方がええか。それはね、このテールによって違うんで、これがね、ピンテールってこのテールがないバージョン。そうやったらピリ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 一緒にやってくれるんで、こういう、これはフラッシュ J なんですが、こういうのはロールしてくれるんでね、ロールしながら、ミドスト。デスアラーのミドストとか、いろんな魚系のね、ワームのミドストはできると思います。はい。ですが、ダウンショットもそうやけども、このディープのミドストってほんま難しい。はい、あれもラインを竿こっちとしてラインが垂れて、これぐらいまたここに分かりやすいようにね、こうやってますよって図載せときますけども、それぐらいね、10メートルぐらいのディープの、ミドストめっちゃ難しい。それね、スモールめっちゃ釣れるから、ラージも釣れるけど、そのディープミドストっていうのはほんま難しいんで、でもそれマスターすれば、もう今まで取れへんかったやつがディープでですよ。もう開かれますから、ぜひやってみてください。難しいですよ。竿も縦に柔らかくやってくれる竿であったからね。結構横の竿はあるんだけど、縦にこう柔らかくやるってやってくれる竿ってあんまりないんですよ。ソリッドが出てくれてからやりやすくなってますけどね。よくちょっとその竿専用欲しいっていう人は、よく実際触ってみてね、選んでください。はい。ディープのミドスト難しいですせ。やってくださいよ。はい。これはミドストはもう今じゃね、定番ですわね。はい。あとはスイムやね。スイムちょっとワームはじゃないわ。スイムするときはね、僕、こういうちょっと立ちようなやつなんやけど、持ってへんやけどね。こういう形状がいいと思いますね。ヘッド形状っていうかな。ちょっと張り付いてへんけど、ごめんなさいね。ちょっとワームちょっと全然釣り合いが合わないけど、これがね、やっぱりスイムジグっていうかな。なんかほら、どこやったかな、西根ワークさんちょっと間違ったごめん。あるじゃないか。スメルトヘッド。あれがいい。あれやりやすい。ね。あれで僕まだあんまり使ったことないし、釣ったこともないし、わからへんねんけども、こういう形状のね、やつがスイムジグにはね、合いますね。やっぱりあれはでかいのきます。はい。巻き巻きやね。スイムやね。はい。スイムジグヘッドね。はい。はい。これちょっと、ワームも限定されるんだけども、こういうフラットな、ギルフラットとか、ブルーフラットでもできひんことないねんけどね。要するに、もうちょっと、
魚系のフラットなやつね。まあ、D スタイルさんやったらビローラとかね。ちょっとこう、倒れ込んでくれるワーム専用。まあ、やりやすいのはブルーギル系。これはまあジャバロンギルやけども、こういう系はね、やりやすいです。これはね、倒れ込ます。わーっと。まあ、止めといたら、流れができて、勝手に倒れ込むときあるんですよね。それを利用して、次ね、起こすんですよ、こうやって。起こすのは、竿でピンってしたら、これもピンってなるから、起こせないです。それはね、もうライン手で持って、ふわーって起こしてあげんねんね。それがめっちゃ強い時ある。一点でね。例えば岩があって、倒れ込んで、倒れ込んで、起こしてあげる。倒れ込んで、起こしてあげる。そんな魚いるでしょ。岩にこう折ってこんなしたやつ。ね。あれを表現するんです、僕。まあ、それはどういうテクニックって名前はできひんやけど、まあ、倒れ込まして起こしてあげる。倒れ込まして起こしてあげる。例えば、まあ、ミドルストしといて、ミドルストしてて、岩があったらそこで止まって、倒れ込まして起こしてあげる。まあ、ラインを出して、倒れ込むんですよね。そしたら起こしてあげる。倒れ込まして、起こしてあげる。ほんならバスが見に来て、パーンですわ。ネストのバスとか、プリスポーンのバス、アフターも効くし、冬もめっちゃ釣れる。で、微妙に流れがある方がやりやすいですね。川とか。あんまり激流やったらもうちょっと重たいジグヘッドがいいんですが、ワームは、なんていうの、どれでもできるってことはないんですが、こういう、最初の方やったらね、こういうブルーギル系のやつがやりやすいですわ。はい。まあ、竿で上げるんじゃなくて、まあ、もうライン持ちながらゆっくり上げてあげる。これを、まあ、倒れ込まして起こす。ライン出して起こす。起こす。まあ、サイトでやらはったらね、ようわかります。はい。まあ、クリアレイクではめっちゃ効くんで、岩当たった思ったら、こう、ね、わーっとライン出して起こしてあげる。ライン出して起こしてあげる。まあ、動かし方といえば、ライン緩めて起こしてあげる。そろっとね、ゆっくり、そろっと。まあ、勝手に上がってくれるんで、こう、ね、こんな感じなの。水中ではこういう感じなの。何しとんねんみたいな。まあ、バスで言うたらネストのね、バスがこうやってる時あるじゃないですか。それが表現できんねん。それにパーン送ってきよるから、ぜひおすすめします。倒れ込まして起こすテクニックね。はい。あとはちょっと、まあ、余談なんですが、これでね、ちょっと別の、これね、このワームでちょっと説明させていただきます。結構値上がりしいひんので、おすすめです。何でもええですわ。ストローがやりやすいです。後ろをね、こうやって削ります。これフットボールがやりやすい。別に、ラウンドでもできるんですが、ラウンドでも一回やってみてください。クリ抜いたらいいんですよ。ここね、ちょっと見にくい。まず T にね、ワームをね、掘ります。で、こっちが上やから、こっちが上の面やからね、こうします。そしたらね、どうなるか言ったら、埋め込めんやね。ちょっと待って、お見せしますわ。こんな感じ。どうなるか言ったらね、後ろ見てください。こう、ね、フットボールの形に掘ってあげんねやね。ね。見るこんな感じ。で、上向いたら針が出てる。で、ここに愛を出すんですよね。ちょっと見にくかったらすみませんね。こんな感じ。ここ、愛。ここにくくって、こういうジグヘッド。
これね、めっちゃ値上がりしひんね。まあ、ブッシュとか無理よ。カバーは無理。リップラップとか岩ぐらいだったら大丈夫ですわ。まあ、岩でもちょっとガビガビとか、あと玉ねぎとかは無理やけど、ね、普通なら値上がりするようなリップラップもあるじゃないですか。そこが攻略できんねんね。よくやります。クローアームとかバッチシ。全然できる。でも、このアームでもできますよ。ラウンドやったらね。これやってみて。ここに愛がある。なんでか言ったらね、やっぱり硬いもんと硬いもんがぶつかると、より食い込んでいくんですわ。ところが柔らかいと接触音が、ね、これが岩としてください。柔らかいから抜けやすいねんね。アクションした時に。ほんで、ガードついてへん方が、フッキングやっぱりいいんですよ。これよくやるんで、やってみてください。ちなみに、これのロングはもうないのか。これのね、フットボールのロングワームでやってみて。僕がよくやんやけど、プレスポの時期に。めっちゃ釣れますから。また前、昔に、ロングワームの、シーズナルパターンでね、いろいろ紹介してますので、見てください。はい。ロングワームは、私にとっては、ビッグフィッシュパターンなんで、はい。ぜひ、おすすめします。はい。今日はジグヘッドの紹介でした。ぜひね、これが一番ちょっといいよ。倒れ込まして起こす。何にもやってないふう。周りからしたらね、あの人何してんねんって、じーっと止まってるだけやんけって見えますわ。もう実は LINE で倒れ込まして起こす、倒れ込まして起こす。やってるんですよね。だから、ミドストだけじゃない、巻くだけじゃない。シェイクもありやけど、一点シェイクもつますよ。もちろん一点シェイクもいいよ。ズル引き、一点シェイク、ミドスト、で、倒れ込まして起こす、倒れ込まして起こす。で、あとは、ボトムバンピングね。竿を上げて、もう、ここへ止めとくね。勝手にラインがこうなるでしょ。それを利用する。それがね、ワームはね、グラブがいい。グラブでフューって浮かして、ヒューってなってきます。ほんで、折った時に、斜めにカーブホールしてくれるんです。そこでパーン食ってきよる。はい、ジグヘッドもね、いろんな動かし方ありますので、ぜひやってみてください。はい、初心者さんはね、いい。ちなみにね、僕ね、ダウンショットとか、フリーリーグとか、テキサスとか、いっぱいあるでしょ。僕一番得意で好きなのが、このジグヘッドなんです。はい、ジグヘッド大好きなんですよ。得意なんですよ、昔から。覚えてからね。で、結局、一番フッキングがええと思ってます。なんでか言ったら針がむき出しになってるから。はい、ぜひ、ジグヘッド、極めてください。また、こんなんありますよって教えてくださいね。横付けとかありかもしれませんね。瀕死状態のね。あるかもしれん。もっと細かいこと言ったらもっとあるけども。はい。とりあえず今日はジグヘッドのいろはでした。はい。ありがとうございます。